今日は第1回目ということで、多分ヌーソロジーについての基礎知識もあまりない人もね結構いらっしゃると思うんで、ヌーソロジーの大枠のビジョンの話を最初にして、そして後半戦でこの日本の話、それからあとヌーソロジーというのはユダヤ的精神というのもすごい重要視していますから、この日本とユダヤというものの宇宙的な意味についていろいろお話していこうかなと思ってます。ということで時間もあんまりないんで、早速ヌーソロジーとは何か。関西のレクチャーでは、今日はちょっと実験的にライブ中継をやってるんだけど、いつも東京のレクチャーとかやるとビデオ撮りをしてるんで、あんまりフリーに進められないのね。今日はビデオ撮りしてないから、いろいろフリーに皆さんとトークしながらね進めていきたいなと思うんですが、ヌーソロジーとは何か俺が説明してやるっていう人いません？いない？もう長いことヌースに来てらっしゃる方もちらほらいるんだけど、いない？ルムさんにもどう？なんか一言で自分のイメージ。自分のイメージですか？自分のイメージは生きたまま死後の世界に入る。生きたまま死後の世界に入る。すでにお前は死んでいるっていうやつね。そうですね。それも正しいです。要するにヌーソロジーは今の言い方するならば、人間の生、人間の生きているものっていうのは私たちが今死と呼んでるものだっていうような話になってきます。で、時間と空間の世界で僕らは生きてるようだけど、実際それは違ってて、時間と空間がないものとして生きているのが人間だという考え方です。さっき言った言い方で言えば魂であったり霊であったりいう言い方になるんだけど、だからそこの空間を開くという意味ではまさに人間の死後の世界を開いて、死の生命をここに立ち上がらせる。でもそれがシリウスなんだけどね、そういうことを目的としている。で、ここに書いてあるように物質的唯物論から霊的唯物論の世界へっていうのがヌーソロジーの基本的なメッセージだよね。つまり今は僕らの世界は物質的世界観で、ほとんどこれは科学が、世界のイメージを作ってさ、137億年前にビッグバンが起きて、物質進化のもとに生命進化があってっていうのを僕ら学校で習ってね、そういうイメージ持ってるけど、それは間違ってるっていうことを大声で訴えていく。誰も言わないから、それは間違いだ、実はそれがとんでもなんだっていうことをヌーソロジーいつもとんでもと言われてるんだけど、違う、君たちの方がとんでもなんだっていうことをトリックスター的ではあるんだけど言っていこうと思う。じゃあどういう宇宙なのかっていうこと、物質的世界観ではない。この物質というのは実は全て私たちの霊の影だっていう考え方です。で、これはね、古代のオカルティズム、神秘思想、神秘学全般、古代の哲学は全部そういうふうに考えてたの。でも近代から科学っていうのが出てきて、物質意識っていうのが人間にどんどん出てきてね、物質で宇宙はできてるというような考え方にどんどん移行してきたわけだから、そういった意味じゃ、古代の宇宙観の方がはるかに真実を語っていたというふうにヌースは考えます。ただ、じゃあ真実を語っていたならなぜこれだけ科学が力を持ったのかっていう話になるんだけど、それはテクノロジーとかね、科学的な知というのが非常に精密に、現象の再現性を起こして信頼するに足りるからだって話になるんだけどさ、でもそれは科学的技術とか科学的知識は OK なんだけど、それを宇宙観や世界観や人間観に広げるなっていうのがヌースの考えなの、言い方なの。もう全部広げてその物質で見ちゃうことによって、結局さっきも言ったように人間自身が持っているこの生命感覚、わかる？生命感覚。この生命感覚っていうのはね、心でいいよ。
私たちが漠然と心としている感じているものがあるでしょ。さっきも言ったようにそれが生きているわけだよね。でその感覚に対して科学は何も語れないの。つまり人間の意識とは何か、人間がなぜ意識が生まれたのかっていうのは科学においてはほとんどミステリーだよね。科学は物質しか見ないから、物質を外側から見てどういうふうな進化があったとかいうことは見れるんだけど、つまり外的なところからは見れるんだけど、内的なものに対しては無力なの。本当に無力だと思います。物質で意識は語れないっていうこと。だからこの生きてるのは意識だから、これについてしっかりと科学していくっていうよりも思考していく姿勢が必要なんだよね。でも今はこれを思考しないんだよ。どっちかっていうとスピリチュアルの人たちも思考って嫌うでしょ、ね、感じることというのを優先させる。考えるな、感じろって言うんだけど、ヌースはそうじゃないっていう。感じることも大事、もちろん。でも生命を思考する思考というのが実は存在するということを言いたいので、これは僕らが普段持っているような思考ではありません。でこの思考について語っていくのがヌースだと思ってください。この生命を思考する思考で、それは創造的思考と呼びます。もしくは能動的思考と呼びます。受動的な思考じゃないの。人間というのは大体受動的にできてるから。だっておぎゃーと生まれた時にもう世界があるから、世界が神様から贈与されてるわけだよね。で贈与を受け取って思考をし始めるから、全部もう最初から受動的な条件でスタートしてるわけ。そういう思考ではない。何かを感じてそれについて考える思考ではない。何もないところから考える。それが能動的思考の条件です。ですか。それが大体どういうのかどんどん上がってくると思うんだけど、それで一言でまとめて言うとね、ヌーソロジーとは物質と精神の関係を空間という視点から統合しようとする具体的なイデア論。ヌースには今言ったことは能動知性、神の知性などの意味があるっていうイデア論というやつです。でイデアという言葉は皆さん聞いたことあると思うけど、今言った意味でのその能動知性が対象とするものがイデアです。でイデアにおいては思考することがそのまま存在になります。つまりいつも言ってるんだけど、月を思考したら月になる思考です。太陽を思考したら太陽になる思考だから創造的思考だというわけ。何か対象があって自分と対象を分けてみてこれについて考えるというのではありません。もう自分がとか言って思考したら、その思考が存在としてそこにそのまま出現するような思考。こういう思考を持つ知性のことをヌースというふうに呼びます。でこれ伝統的にね、哲学的にはそうなんだけど、もともとここだね、皆さんの資料にも書いてあるんだけど、その母体は皆さんもご存知のようにこの冥王星の意識体をコストからもたらされた宇宙情報というのをなんていうの解釈しながら出来上がってきたものです。でこういうイデア的な思考っていうのはこの2番、精神と物質を同じものの異なる2つの側面とみなす思考様式を持ちます。物と心の世界を分けないっていうことで、そういう思考っていうのは、伝統的にもう哲学者たちなんかも言ってきてるんだけど、具体的にまだ出現したことがありません。そういう思考が、そういうイデア的な思考がね。でこのイデア的思考を行うことによってこれができるってこと。物質的唯物論から霊的唯物論へと人間の世界観が反転していく。つまりどういうことかというと、ヌースは
ここに、次か観察視という概念を作って持ち出してきます。観察視、また後で具体的に説明しますけども、観察の子と書きます。観察視。科学は大体宇宙は物質でできていると考えるから、で物質は何でできているというふうに科学は考えてますか？物質自体は原子は素粒子。そう全部こう物質を細かく知っていったような形で考えるよね。そしてそこに子っていう、粒子の子、子供の子っていう字がついてるんだけど、ヌーソロジーは宇宙は霊でできてると考える。じゃあ霊もちっちゃい霊から大きい霊まで集まってあるというふうに考えるわけです。その霊の粒子というふうに思っていいと思う。これが観察視というものです。だから観察とついてるからには人間の意識が何かを観察している状況、それがそのまま、内側から見ると精神になっていて、それを外側から見ると物質になっているというような概念だと思ってください。それが観察視です。それで、この霊的唯物論的世界へと物質的世界観を反転させていくということなんだね。でこの流れの中ですごく重要なことが分かってくるんだけど、大体スピリチュアルでも宗教的な思想でもそうなんだけど、僕らやはり自我という壁を越えて愛というのを語る癖を持ってるよね。人類は一つだとか、私はあなただ、あなたは私だとか、こういう愛の思考をヌースは表立っては言いません。愛だとかいう話はしない。思考そのものがもう愛だと思ってください。ヌースの場合はイデアの思考とはそういうものです。だから僕は人類が神を見るという本で思考としての愛というタイトルを設けた章を書きました。思考としての愛があるのだっていうことなんだよね。でそれがどうやって分かってくるかというと、ここに書いてあるよね。人間の意識に明瞭な霊的認識を与えて、霊的認識が生まれ始めると、宇宙が一つの倫理体として成り立っていることが分かってきます。倫理体、これが愛です。つまり物質世界も実は自己と他者の精神が合流して作られているっていうのが分かってきます。明確に知性として行動として、そしてもう疑いようもなく宇宙が一つのある種の愛のもとに出来上がっているっていうのが知として分かってくる。そういう知を作ろうとしているというふうに思ってください。でそういう知を作るためには受動的知性ではダメです。能動的な知性として物質に入り込んでいかなくてはいけません。そういう概念を作っていきます。よくね、ヌーソロジーは難しいっていう話を聞きます。で僕も優しいとは思わないんだけど、でも何が難しいのかなっていうふうに考えるとね、多分物理学の知識とか哲学の話とかそういう云々ではなくて、おそらく考え方が存在しないの。今までの僕らの考え方にヌースのような考え方が存在しないんです。だから難しい。だからこれは理解することではないという言い方もできる。つまり作っていくっていうことなの。概念を作っていくっていうことなの。だから僕自身ももう20何年間やってるんだけど、オコストの言ってることを全部理解してるわけではありません。つまり彼の、なんていうかな、情報をもとにいろいろなものを調べ上げて概念を作っていってるんです。だからどうか皆さんも何かこう、なんていうの、受け身で
言われたことを理解するのではなくて、そのヌースの空間に入り込んで思考を働かして概念を行為、思考という行為として作っていくように心がけていただけたらなと思う。そうするとヌーソロジーの面白みが分かってくるんじゃないかなというふうに思いますね。でこのヌースっていう言葉自体はもともとはギリシャの、ここにも書いてあるようにアナクサゴラスという哲学者が心的知性としてノースという言葉を、出してきて、このノースが英語圏ではヌースというふうに呼ばれて今に至ってるんですが、オコスト情報も最初ノースって呼んでたんだね。でこの一致についてはよく分かりません。このオコスト情報がノースと呼んでたものと、古代ギリシャの哲学者のアナクサゴラスがノースと呼んでたもの、くしくも意味は全く同じものになってる。心的知性、旋回する知性とかそういう意味があるんだけど、これが同じものかどうかわからない。ひょっとするとね、最近よく思ってるんだけど、後で出てきますが、ヌースに対してノスという言葉が出てきます。で最近分かったのは、ノスってこれ日本語だなっていうことが分かってきた。どんな字が書かれるの？日本語だとノス。日本語でノスってない？もうあんまり使わないね。こうだね。のしいかとかのノス、伸ばす。そうです。どうもこれな。最近では分かったの。20何年かかってたったこれだけのことが。でこれはひょっとすると、これちょっと僕の、当てずっぽなんだけど、主かもしれない。主、日本語で言うと分からないんだけどね。でこのノスとヌースっていうのは真反対の意味が持ってます。こっちが精神で、オストはこれが精神だと言ってる。精神の流動性だと言ってます。ノスの方がまた後で出てきますが、不体質というものの流動性、男と女のような関係にあると思ってください。でアナクサゴラスはもちろんこのノース、ヌースの元まであるノースですね、そっちはしか言ってないので、ノスという言葉は古代ギリシャには多分なかったと思います。さあ